複数の作業者が動作するタイミングを合わせる方法について説明します。シグナルが指定の値になるまでプロセスの実行を待機させる場合は、動画、シグナルがトリガーされるまでプロセスの実行を待機させようを参照してください。本動画では、複数の作業者が作業場所から製品を搬出開始するタイミングを合わせる方法について説明します。付属ファイル、タイミング_アフターに .vcmx を開きます。アンナを離れた位置に移動させ、シミュレーションを実行します。現在、コンベアに製品を搬入完了するとき、タイミングを合わせているため、作業者とフィーダー間の距離が異なる場合、1回目の搬送タイミングが合いません。シミュレーションをリセットします。製品をフィーダーから搬出開始するタイミングを合わせます。フィーダープロセスハッシュタグには、フィーダープロセスが製品を生成するまで待機し、フィーダープロセスは、フィーダープロセスハッシュタグ2が待機状態から脱するまで待機します。メルソフトジェミニプロフェッショナル、またはプレミアムを使用している場合は、モデリングタブでシグナルの追加、削除が可能です。メルソフトジェミニエッセンシャルズをご使用の方は、プロセスタブでシグナルの追加は可能ですが、削除できないため注意が必要です。シグナル待機についての詳細は、動画、シグナルがトリガーされるまでプロセスの実行を待機させようを参照してください。シグナルリレーについての詳細は、動画、グローバルなシグナルを作ろうを参照してください。フィーダープロセスとフィーダープロセスハッシュタグ2に待機状態から脱するためのシグナルを追加します。フィーダープロセスを選択した状態でプロセスタブを開きます。ヘルパーツールグループからシグナルをクリエイトを選択することで選択しているコンポーネントにシグナルを追加できます。シグナルをクリエイトを選択することでシグナルをクリエイトウィンドウが表示されます。シグナルタイプでシグナルのデータ型を指定できます。シグナル名でシグナルの名前を設定できます。シグナルタイプはブール型。シグナル名はフラッグ1です。シグナルをクリエイトを選択することでシグナルを追加できます。出力ウィンドウにシグナルのデータ型シグナル名、シグナルが追加されたコンポーネントが表示されます。同様に、フィーダープロセスハッシュタグ2にブール型シグナルフラッグ2を追加します。シグナルをクリエイトウィンドウの右下にある閉じるを選択し、ウィンドウを閉じます。各フィーダープロセスの作業内容を変更するため、エディターグループのプロセスを選択します。フィーダーとフィーダーハッシュタグ2を選択し、プロセスエディターを表示します。フィーダーハッシュタグ2のトランスポートインとトランスポートアウトの製品変数名をプロダクトイン1に変更します。フィーダーのステートメントアイコンを選択します。その他のステートメントからシグナル送信を選択します。シグナル送信ステートメントは指定したシグナルの値を変更できます。センドシグナルをトランスポートインの下にドラッグ&ドロップします。ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントとシグナルでシグナルを指定できます。値は変更後のシグナルの値です。コンポーネントでフィーダープロセスハッシュタグにシグナルでフラッグ2を選択します。値は true です。フィーダーがシグナル送信後、フィーダーハッシュタグ2から特定の値のシグナルが送信されるまで待機します。ステートメントアイコンを選択します。その他のステートメントからシグナル待機を選択します。シグナル待機ステートメントは、特定の値のシグナルを受信するまで待機できます。ウェイトシグナルをセンドシグナルの下にドラッグ&ドロップします。シグナル送信ステートメントと同様に、ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントとシグナルでシグナルを指定できます。コンポーネントはフィーダープロセス、シグナルはフラッグ1です。コンディションでシグナルの値を指定できます。コンディションは true です。トリガー待機では、シグナルの値を確認するタイミングを定義します。チェックがついている場合、シグナル待機ステートメント実行中、シグナルの値が変化した時のみ、
シグナルの値を確認できます。チェックがついていない場合、シグナル待機ステートメント実行中にシグナルの値が変化しない場合も、シグナルの値を確認できます。今回は、チェックを外します。同様に、フィーダーハッシュタグ2にシグナルの待機と、値の送信を実行する処理を追加します。フィーダーのセンドシグナルとウェイトシグナルを選択し、コピーします。フィーダーハッシュタグ2のトランスポートインを選択し、貼り付けます。フィーダーハッシュタグ2の場合、フィーダーからシグナルの値を受信し、フィーダーへシグナルの値を送信するため、順番を変更します。ウェイトシグナルをセンドシグナルの上にドラッグ&ドロップします。フィーダーと送受信するシグナルが異なるため変更します。受信するシグナルはフィーダープロセスハッシュタグ2のフラッグ2です。センドシグナルを選択します。送信するシグナルはフィーダープロセスのフラッグ1です。製品を搬送後、シグナルの値を初期値に戻します。フィーダーのセンドシグナルを選択し、コピーします。フィーダーのトランスポートアウトを選択し、貼り付けます。貼り付けたセンドシグナルを選択します。変更後の値は、フォルスです。フィーダーハッシュタグ2のセンドシグナルを選択し、コピーします。フィーダーハッシュタグ2のトランスポートアウトを選択し、貼り付けます。貼り付けたセンドシグナルを選択します。変更後の値は、フォルスです。現在の状態では、搬出開始のタイミングが合いません。アンナとオットーは、各フィーダーのトランスポートアウトを受け、移動を開始しています。移動開始した位置からフィーダーまでの距離が異なる場合、タイミングは合いません。アンナとオットーが各フィーダーへ移動完了したとき、製品の搬出を開始します。各フィーダーに作業者を呼び出します。フィーダーのステートメントアイコンを選択します。その他のステートメントから作業を選択します。作業ステートメントは指定したコントローラーで制御された作業者に設定された作業動作を実行させることができます。人には手を動かす動作が設定されています。ワークをトランスポートインの下にドラッグ&ドロップします。ステートメントプロパティウィンドウのコントローラーで作業者を制御しているコントローラーを指定できます。ヒューマントランスポートコントローラーを選択します。時間ソースとプロセス時間で作業時間を設定できます。今回は人を呼び出すのみのため 0.1 秒間作業ステートメントを実行します。プロセス時間に 0.1 と入力します。同様にフィーダーハッシュタグ2に作業ステートメントを追加します。フィーダーのワークを選択し、コピーします。フィーダーハッシュタグ2のトランスポートインを選択し、貼り付けます。ワークを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのコントローラーをヒューマントランスポートコントローラーハッシュタグ2に変更します。シミュレーションを実行します。オットーが先にフィーダーに到着しますが、アンナが到着するまで待機していることがわかります。シミュレーションをリセットします。複数の作業者が作業場所から製品を搬出開始するタイミングを合わせる方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。